はい、皆さんこんにちは。今日はあります、いますについて少しお話ししたいと思います。家があります。犬がいます。同じことを表現していますが、ありますといます。2つの言葉があります。日本語ではどういうふうにこれを使い分けなければいけないかについて少しお話ししたいと思います。はい。まず構造、どういうふうになっているか。いいですね。何々があります。何々がいます。ということで、主語がここに来ます。あります。います。というのが動詞です。意味は同じなんですが、日本語には名詞の複数形がないので、普通にあります。います。という形になります。が、この主語が動かないものか動くものかによってあります。いますを使い分けなければいけません。ここに言葉が7つあります。この7つの言葉がどちらに入るのか、それを見ながらあります、いますの使い分けを見ていきたいと思います。山、動きません。あります。です。犬、動きます。います。に入ります。先生も動きます。だからいます。車、動きますが、自分で動くわけではありません。だからあります。木、動きません。ということであります。家、もちろん動きません。あります。鳥、動きます。というか飛びます。だからいます。はい。ということで、こういうふうに分けられました。先ほども言いましたが、車、動きますが、人が動かすもの、自分で勝手に動くものじゃないので、ありますの方に入れます。それと木なんですが、よく教科書によっては、生きているものをいます。生きていないものをありますに分ける、そんな説明があるんですが、それだとね、植物、花とか木とか、そういうものがね、いますに来なくちゃいけないんですが、実際にはありますを使います。ということで、動かないものとした方がいいと思います。それと、幽霊とかゾンビとかいうものですね。あれは多分死んでいるはずなんですね。でも動くので、いますを使います。いいですね。だから生きているもの、死んでいるものだと説明できないものが出てくるので、この動かないもの、動くもので考えるのが一番いいかと思います。それから他に太陽とかね、雲とか、それも動いているんですけども、自分の意思で動いているわけではない。ということで、太陽があります、雲がありますというふうに言います。では、実際にどういうふうに使っているのかについて動画を見ながら確認しましょう。砂浜があります。亀があります。海があります。魚がいます。魚がたくさんいます。イカがいます。木があります。花があります。アヒルがいます。島があります。ボートがあります。ラマがいます。川があります。谷があります。水があります。
木があります。花があります。太陽があります。雲があります。家があります。うさぎがいます。馬がいます。蜂がいます。コウモリがいます。パンダがいます。窓があります。犬がいます。ベッドがあります。猫がいます。牛がいます。月があります。木がたくさんあります。森があります。動物がいません。村がありません。鳥がいません。道がありません。人がいません。村があります。道があります。馬がいます。ゴーレムがいます。畑があります。羊がいます。豚がいます。雲がいます。雲がいます。雲が、雲が、雲がいます。雲がいます。星があります。スケルトンがいます。えい、えい、えい、クリア。クリーパーがいます。ゾンビがいます。ゾンビがいます。ゾンビが、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 ゾンビがいます。2対1と引き分け。それでは最後に否定形と場所の追加について少し触れておきたいと思います。動画の中でも少し出てきていたかと思います。まず否定形。今こういう文章があったとします。意味の方は大丈夫ですね。それでこれを否定したい。どうするか。この一番最後のありますのところを線に変えます。椅子がありますを椅子がありませんとすれば否定形になります。同じように犬がいます。主語は動くものですからいますとなります。それで意味の方は同じくこんな感じです。これを否定します。同じように最後のす、これを線に変えます。そうすることで
否定されました。意味はこうなります。それから場所、どこにあるのか、どこにいるのかということを言いたいとき、椅子があります。こういう文があったとします。この場所をつけたいというとき、まず、部屋、助詞にをつけます。この文の in にあたるところですね。同じように犬がいます。意味はこうなりますが、ここにあるように、今度はこの言葉をつけたい。日本語で庭です。で、この in にあたる言葉、助詞のにになります。庭に犬がいます。簡単ですね。ただし、気をつけないといけないのは、このあります、いますの文の場合、場所を表す助詞はにになります。普通の動詞だとでになるんですが、あります、いますの時はにになります。気をつけてください。さて、あります、います。以上ですが、そんなに難しくはないかと思います。いつありますになって、いついますを使わなくちゃいけないか、しっかり覚えてください。さて、皆様、いかがでしたでしょうか？今回の動画、楽しんでいただけましたか？まだまだ動画数少ないですが、これからも日本語学習、日本を知るための解説動画、どんどん作っていきたいと思います。チャンネル登録で応援していただけると多分頑張れそうな気がしますので、皆様よろしくお願いします。それでは今日はここまでとします。ご視聴ありがとうございました。